まあまあ、要するにですね、見てびっくり。こういう楽譜が見たこと皆様ありますでしょうか？ベーレンライター版のショパンっていうのがちょこちょこ出てるみたいで、まあもうね、お見せしちゃうと、もちろん、メインとして使ってるのはもうこの表紙の色でね、すっかりもうおなじみになってきましたかね。エキエル版。エキエル版があれば、もう本当にショパンは OK かと思っておりましたが、最近ちょっとこのね、プレリュードはこうやってベーレンライター版で出ているわけなんですけど、他ベーレンライターで何が出てるかはまだわかんないんだけど、正直指使いがちょっととても使いにくそうなのが残念なベーレンライターなのですが、ただ書いてあることっていうのでも今ね、こうどちらも研究の行き届いた最新の、新しい、ショパンの楽譜ということで、なんか疑問に思ったらこう2冊を見比べてみるっていう使い方もできるんだなと。あと譜めくりしやすいんです、ベーレンライターは。エキエル版は時々譜めくり、楽譜を見ながら弾くっていうのが非常に難しいことが時々あるんですが、その点ベーレンライターはそこはなるべく、うん、なるべく、譜めくりが可能なように、さらに気遣いができてるかな、こちらの楽譜の方が。ベーレンライターの方は、そこは軍配が上がる。楽譜について言うと、もうね、いよいよプレリュード研究が始まっておりまして、これは昔ながらの、まあちょっと日本版にも日本から出版されてるけど、パデレフスキー版。これはもう全然別物です。この新しい2冊に比べて古い1冊ということで、まあ今もう少し喋っちゃおうかな。本当にパデルフスキーは私は使わない方がいいというふうに思っております。だいぶ違います。この新しい2冊に比べると。で、精度が落ちてます。落ちてる方になります。パデルフスキーが。100年以上前の楽譜だと思うんですけど、その隅々までショパンの天才的な意図を汲み取りきれてないことが多々見られるんですよ。17番だから、そういう放送をね、そう、そっかそっか、そう、じゃあ同じところ見てみると、トントトリロ、ほら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 、こういうの、これ、この、これ同じ和声なので、この、なんですよ。ちょっと一瞬イオンが混ざってるけど、他の2冊は、この米印がね、右側にあるんです、これ。右側に。なので、この真下に書いてある米印は、これはね、間違いなんです。この和声感というものを、この2拍目の、それをね、パデルフスキーはもう全部同じように書くことで、残念ながら、これは真下に書いちゃダメなんです。ダメ。ダメっていう、ミスプリとは言わないけど、よろしくない時には、不吉な黒いく、黒い星をね、残念書いちゃおうかな。そう、だから、こういうね、ペダルが、時々、まあ、ね、こうやって右側にずれて書いてることも多々あるわけだ。でもこれなんか真下に書いてあるように見えちゃうから、ダメなんです、こういうのも。
ダメ、本当にね、あのまあそうね、だからこれも、よいしょ、こっち見えてるのかな、ごめんなさい、よくわかんないかな。ここら辺の8小節9小節全部音符より右にずれたアスタリスク、アスタリスクアスタリクスだか、アスタリスクでいいはず。アスタリスク、スフィンクス、アスタリクス、スフィンクス、アスタリクス。エジプトの言葉って、まあだからアスタリクスの位置ですよ。でもね、明らかにエケール先生、エケール版はもうだいぶ気をつけてちゃんと右にずらしているけど、こちらパデルフスキーにおいてはね、真下に書いてある。これはダメなんです。これもまあほぼ真下に書かれている。ダメだから、もちろんこれは踏んだまま、レドラ、こういうの最後に真下にアスタリスクが書いてある理由はないんです。よいしょ、ちょっと2つ比べてみるとね、これは絶対踏み替えない、これもで、ペダル踏んだまま踏んだまま踏んだまま、ね、ここでね、もし本気でパデルスキー版を使っちゃうと、この真下に書いてあるペダルのアスタリスクで、これは本当にここでペダルをじゃないし、この3つ目の音でね、踏み替えるべきなのかとかね、考えさせられちゃうんですよ。ところが、で、面白いのはショパンはこう書いてないんだよな。見えてるかな、囲碁同様。ね、同じようなペダルでやってねというふうに。まあ、踏みっぱなしペダルなんですよ。で、ね、消えた。こっから、エキエル版は、まあ別に書いたって構わないんだけど、でも、この省略しているとショパンがあえて書かないで同じだよっていうのも、このショパンのね、頭の良さの表れだと私は思ったりするんだけれど、どこからショパンは書いてるんだ、ここからか。ここまでか。から T17 まで、17小節まで書いてないよと。まあここら辺のペダルはいいんだけれど、ペダルですね、本当に。ああ、これも、このスラーも、エキール版と違うわけですな。見えますか、ここね、のべーっと、この、ね、まあ、メロディーはここから始まる。ね、ここは、パデレフスキは、ここでこう、いやまあ書く必要ないか、切って、でここからまたつなげてっていう風に。あんま意味ないな。いやでもこれ見たくないな。これもう長いスラが違うんですよ。これもね、いちいちメロディーが浮き立ちすぎちゃいます、こちらの
このスパデルスキーのスラだとすごくはっきりと。だからピアニストたちそう弾いてますよね。ここもだからつなげてつなげてつなげて、もう一筆書きのようにではないんだけど、でもはっきりとスラをが分けられない。それどころかこう見えてるかな。だいぶ違いますね、スラがね。このスラももうなんかすごい絶妙っていうか、ラレソスラレソシラファミって、そうだからパデルスキー版の問題はペダルとスラーです。すごく問題があります。まあ微妙な、見えてないかな、15小節。いや季節して見比べてしまいましたけど、まあシミソファレドルラドシララドルレラ、このアクセントはない、こっちだけでスラがつながっているという。いやパデルスキー版を見ながら弾くとすると、スラあれまで行ってそうそう新しいスラが始まって、新しいスラとアクセントこれはあるっていうのか、そうして新しいフォルテこういうのを分けるとするとね、カデンツになってるのに、この16小節からのサブドミナントでドミナントトニカと、これはつながっててほしい。カデンツが切れちゃってる途中で、やはりこのスラはよろしくない。はい、パデレフスキー版はね、ほんとこの点、こういったこんなのじゃ、いや気にしなければいいじゃんってもうね言えないと思う。ショパンの芸術はもうのべーとここでズバッ切れたりとかしないんだくて、長いビヨーンって長いスラ、ビヨーもうよく、まあとにかくなんとかしてよ、綺麗な長いメロディーとして処理してよってショパンがもう諦めたような長いスラ、まあ、途中からスラがね分かれたりしてんのも面白いですけれど、でもね、11、12は2小節、13、14は2小節でここはカデンツを目指して15、16、17、18、4小節スラーとね、やっぱ 2+2+4 というちょっとした動きの違いがあったりするわけで、パデルフスキー版の大問題がペダルとスラーの2点において大問題があるというふうに、もう小さなようでいて小さくない問題だと思われます。どうしよう、この難しい曲の勉強するか、他のせっかくなお客様いらしてるから、皆さんの好きなというか、有名曲をねやっぱり弾いて楽しんで
いただくのもいいかな。甘だれです、もちろん。いきなり言いたいことがある。これ大問題なのは、また例によって、こちらはエキエル版、本当に。で、大問題をみんなで見ていきましょう。こちらが問題のパデレフスキー版。問題です、本当に。もうね、残念。こうして2つ並べるすると、まあもう鉛筆でいいか。この米印はここで和音が変わるとかって思っちゃダメなんです。これはこのちょっとレファラシってここにシが混じるのは、これはショパン的には全然ありの不協和音なんです。不協和音というか D フラット6というか、まあどうせ4拍目だし、この米はね、本当に常識的すぎるペダル。パデルフスキー版のペダルは、これは大問題です。これも C の音をね、だからパデルフスキーの頭の中にはこのD フラット6っていうおしゃれな第6音っていう、そういう考え方がなかったというふうに見て取れるわけだな、この瞬間に。だからご丁寧にね、ここでペダルをなんか踏み替えたり操作をするピアニストがいるとしたら、我々ピアノ弾きがいるとしたら、やっぱり、パデルフスキー版の弊害だと思うんですよ。ショパンの望んだ音は、もう雨がもうこのまま長い一小節のこのねらせるこの濁りすら芸術なんです。濁りが芸術であるという、ここが濁る、よいしょよいしょ、濁ってなんぼなんです。そのわずかなこの濁る音というのが、また絵も言われぬ心の機微、このちょっとしたこの雨だれの修道院の中で書いたと言われてますよね。隔離生活ですよ。ショパンが結核って言われてますよね。でも結核だとして、最近どなたかと一緒に考えたんだけど、ジョルジュ・サンドやその周りの子供たちにショパンの結核菌は移らなかったんだろうかと。ジョルジュ・サンドの周りには、ね、10歳前後のまだちっちゃい子がいたはずなんですよ、2人兄弟。ショパンの結核はどうして子供たちやジョルジュ・サンドに移らなかったのかということをね、ふと思うと、どう思われますの結核の症状ではあるけれどっていう、看護師さんの意見をいただいてしまいました。確かに映らないのはおかしいですねっていうね、話なんですよ。パデレフスキーのこのペダルはもうとにかく、これもね、真下に書かれすぎてる。見えますか？こちらで拡大してみてください。これね、米印ね、わずかですけど16分音符より先にずれてるんです。これ真下に書いちゃダメなんです。ダメ。もうね、結構にちょこちょこ濁ります。これも真下はやだ。真下だと本当にここで踏み替えるのか、本当に話すのかっていう、そういう操作をしなきゃいかんのかと。これは OK ですよね。だから私の勉強の通りこう書いちゃうけど、これ真下に書いてある。真下じゃないんです。ずれてる。パデルスキー版は間違っている。
このアスタリスクの位置というのはショパン演奏におけるいや要なんです。本当にペダルをいかに使うかというのが、これ全部悪い星マークが6つもついてしまった。パデルフスキー版の本当にペダルの書き方というのは残念ながら精度が低いんです。この通り。パデルフスキーの常識的なペダル、立派なピアニストなのでパデルフスキーっていうのはだと思います。だけどその常識をねさらに超えた天才のペダリングというのが、エキエル版において、それをエキエル先生が百も承知ですっごい気をつけて全ての楽譜に手を入れたはずです。これをだから私の勉強はね、この米がずれてるかずれてないかって瞬時に見分けるのも不可能だったりすることがあるので、もうずれてるという場合はレガートペダルゆえに、もうこのアスタリスクをこう上書きしてね、もう踏みっぱなしで次、踏みっぱなしで次、踏みっぱなしで次というね、こうわざとね、段が変わるところなんていうのはこうやって長めにしてで2023年12月14日にペダルについてもこれをめんどくさがらず最後までこうやって見えてるのかな。せっかくだから見えるようにやりましょう。ちょっと一段終わったらコメントまた来てるのかな。長いペダル踏みっぱなし。米がずれてるから踏みっぱなし。米がずれてるから踏みっぱなし。アスタリスクずれてて踏みっぱなし。アスタリスクずれてるから踏みっぱなしというね。これでね、はっきりとよし、ペダルは当たり前は当たり前だけど時々当たり前じゃないことが起こるのでね、なんですよ。入口元成さんも踏み替えてますなね。雨だれの底残念でした。それはね、じゃあ井口版も残念。ショパンの天才ね、原点のショパンの天才には及ばない、ちゃんとした普通の普通じゃない、普通のピアノ弾きの感覚としてはちょっとここ濁っていいのかなってね迷うところかもしれない。でもショパンはねそれを堂々とね、その濁りすらショパン芸術なんです。昔のピアノと今は違うってそういう話もなしです。大差ありません。昔のショパンのピアノももちろんね差はありますけどでも濁るっちゃ濁るんです。ショパンのピアノでも濁りも含めてショパンは濁ってなんぼいただきました。私6億円になったことあるんですが読めない。出生6億円と言って映らないタイプでした。結核もタイプがあるのかもしれません。謎ですね。NHK の番組で見たからか僕の学にも踏み替えのところに×を書き換えてました。そっか、踏み替えないでいきましょうっていうこの線引くのおすすめかもしれません。こう踏みっぱなしって言ってですね。だからというわけで練習というかやっぱりパデルフスキー批判をねいつか YouTube 上でやりたいと思ってたらもうね今日いきなりそのチャンスがやってきたという。もうちょっと2段目も見ちゃおう。このペダルはダメなんです。
ダメって言っちゃった。あとスラーも難しいな。ミファミレミファソ。ここでね分かれてるんだよな。ミファソ。ここはね、2フレーズ目、ここビヨーンってつなげちゃダメ。スラーもだいぶ音楽性が変わりますのでダメなんですよ。これもうダメ。まあもうね、もう以後同様だな本当に。本当に。というわけでパデルスキー版は私は本当使うことをねおすすめしたくない。パデルスキーがいいっていう意見が聞くんですよ、ちょこちょこ。でエケル版は良くないくて、エケル先生はもうだから亡くなったからポーランドではまたパデルスキー版を弾く、風習に戻ってきてるという変な話を聞いてしまって、本当かどうか分かりませんけど、いやいや、エケル先生亡くなったからもうまたパデルスキーとかよく分からない話で、楽譜を見てみれば分かる。この通りショパンの天才的なペダリングというものがあるんですよ。でもう一個の証拠としては、もう新しいベーレンライター版もね、折り紙付きの原点版の正確な楽譜ですからね。今時間何時なんだろう。そのベーレンライターとエキエル版がもう 99% 同じ。指使いはお互い全然違うんですけどね。だけどその書いてあるそのアスタリスクの位置とかスラに関しては両者は新しい2冊が揃って同じということは、新しい研究が進んでね、進んで、そしてそっちがねしっかり新しく売り出されてるっていうのは、そっちの方がその研究が進んで信頼がよりおけるという。100年前のパデルスキーっていうのはそこまで研究ができなかったはずだからね。100年という月日はやはりね、すごく重要だと思うんだな。その100年前に戻るのは本当にやめていただきたい。パデルスキー版をどうかね、皆様ね、出版社にはごめんなさいだけど、でももう古い楽譜だからもういいでしょう。しこたま稼いだでしょう。せっかくなら皆さん本物のショパン弾きたいですよねと思いませんか。どうかね、こんないろんなピアノ弾きのよもやま話、またちらっと時々これを出させていただいて、だんだん話しかける内容がまとまってきたかな。最初はグダグダ、ひたすら自分の練習でしたけど、どうしようかな。はい、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。でそっか見えたぞ。